こんにちは、キズナあかりです。本日は、ラジコン飛行機を買って飛ばそう。第10回、サーボの中立位置の見方と ESC の範囲調整をお届けします。まあ、説明書に書いていない理由が、設定の方法がコントローラーによって全然違うから。なので、ここでもコントローラーの設定方法は説明しません。まあ、HTX の詳細な操作方法はいつか特集を組みたいと思います。では、何の話かと言いますと、サーボの中立の物理的な見方です。必要なものは三角定規です。この機体、もともとサーボが取り付け済みなのですが、取り付ける前の方が楽です。見方は簡単で、三角定規の直角部分を当てて、サーボの腕の穴から定規を見ます。すべての穴から、きれいに定規の端が見えていれば垂直、というわけです。この画像は、カメラの都合で上から見下ろしてるため、ちゃんと見えていませんが、自分の目で見れば、すべての穴から定規が見えるはずです。また、最初に申し上げた通り、取り付け済みのサーボに対して計測しているため、サーボではなく、翼の底面に対して垂直を測っています。まあ、左右で条件が同じなので、問題はないでしょう。胴体内部のサーボに対しても、定規を置いて、サーボの腕の穴と比較することによって、簡単に垂直に調整できます。で、このレベルで調整すると、嫌でも気がつくと思うのですが、右から中立に戻ってきた場合と、左から中立に戻ってきた場合で、サーボの止まる位置が違います。気になりますが、諦めましょう。さて、重要なことを言い忘れていました。屋内や屋外に問わず、機体の設定中は、絶対にプロペラを取り付けてはいけません。特に屋内では、設定の有無に関わらず、バッテリーをつなぐならプロペラを外しましょう。この機体は小型なので、死ぬほど痛いで済みますが、ちょっと大きな機体なら、少しのミスで指がなくなりますし、大きな機体なら、腕が一生動かせない。そういうレベルの怪我を簡単にします。プロペラは大変危険で、油断するな、ではなく、必ず外してから作業してください。こうやって言っても、半数の人は理解してくれませんが、いいですか？私は言いましたよ。さて、次は ESC の信号範囲設定です。この設定、なぜ必要なのか不明ですが、絶対にずれているので、絶対調整が必要です。さて、どの程度ずれていたか判断するために、最初に、一度、モーターを動かしてみましょう。あれ、動かないですね。モーターカットしてました。結構遊びがありますね。調整の手順は大半の ESC で同じです。まず、バッテリーを抜きます。次に、スラストをフルにします。バッテリーをつなぎます。すると、先ほどとは違うブザー音がします。スラストをミニマムまで下げます。最初と同じブザー音がします。試しに、スラストを上げると、先ほどと違い、少し上げただけで反応しましたね。調整ができた証拠です。バッテリーを抜いて終わりとしましょう。たまに、手順やタイミングが違う ESC があります。うまくいかない場合は、説明書を読みましょう。さて、先ほど屋内でプロペラを取り付けるなと言ったばかりですが、ネジロック材の話をするために、今回は取り付けたいと思います。ところで皆さんは、ネジロック材は使っていますか？私は、すべてのネジはロックしろと、そう教わったのでロックしているのですが、うちのクラブのクラブ員的には、ロックするのは超少数派らしいです。で、ここで問題になってくるのが、ネジロック材の性質です。実は、ネジロック材はプラスチックに使用禁止です。材質によるらしいのですが、効かないのではなく、割れます。ちょっとついただけで致命的なので、例えばこの部分も、近くにプロペラがあるので、本来使えません。で、このプラスチックにも使える、特殊なネジロック材の出番です。信用度というか、接着力の安定性が、普通のロック材に比べると劣るのですが、プラスチックに使えるため、私はほぼこれしか使用しません。このあたりもまた今度、お話ししましょう。それでは、そろそろ5分経ちますので、このあたりまでとしましょう。次回は、このホビーキング製グライダーを、早速飛ばしてみたいと思います。それでは、キズナあかりがお送りさせていただきました。じゃ。
またね。